10月9日水曜日、時刻は夕方5時30分になりました。皆さんお疲れ様です。伊集院光です。そして今日のパートナーはこの方です。皆様お疲れ様です。ホリプロアナウンス室の竹内かなえです。そして、昨日に引き続きスペシャルゲストです。もう本当に、僕の大好きなダンスチームアバンギャルディからお二人です。自己紹介お願いします。皆さんお疲れ様です。昭和産業魔法の粉シリーズイメージキャラクターを務めさせていただいてますアバンギャルディの園です。アバンギャルディの小花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなり来るなり、生放送が今終わって、ちょっと一息ついて、収録をしてるんですけど、園さんいかがですか？落ち着きましたか？ちょっと落ち着いてきました。やっと。はい。小原さんは？はい、生放送は本当に緊張するので、はい。今回ちょっと落ち着いていろんなこと話せそうです。はい、そして僕もです。もうちょっとだけリラックスしましたよね。はい、ちょっとだけ落ち着きましたからね。なんとかね、ということで今日の種お願いします。はい。自分の部活って変ですか？パート4。さあ、僕は全員が、富岡高校の出身の人がそのままアバンギャルディになってちょっと思い込んでたんですけど、はいはい、どんな割合なんですか？だいたい半数ぐらいが富岡高校出身で、それ以外は茜さんの下でダンスを習っていた生徒が多いです。はい、で、園さんが、はい、富岡高校？はい、出身です。で、ダンス部って形になるのあれは？はい、ダンス部に入部していました。変わったルールとかありました？ルールというか、毎年送別会とかするんですけど、その時に芸出しっていうのがありましてこうもう1年生2年生3年生関係なしに、こう自分たちで2人とか3人とかグループ作って、芸を披露するっていう、そういうのがありました。ダンス以外でも？ダンスでもモノマネでも、歌ってもいいんですよ。そうなんだ。その時何やったの？私はめっちゃ分かるか分かんないんですけど、京都のなんか高速餅つきっていうすごい有名なお店、ある店先でやってるすごいやつ。同期のお友達とやるっていう芸を披露したんですけど、そうなんですよ。他は宇多田ヒカルさんのモノマネしたりとか、そうなんだ。はい、いろいろ。小花さんはじゃあ別の学校、高校とかは別で？別なんですけど、私もダンス部出身で、あ、そうなの？私のクラブはとっても厳しくて、前髪を絶対に上げないといけないんですよ。部活中とか、それが絶対の規則だったり。それ何に基づいてそのルールなの？わかんないです。私たちもわからないまま、その伝統なので、もうそのままやってたんですけど。いや、それなのよ。それ伝統ってさ、最初に作った人はさ、多少理由が分かってるけどさ、もう前やってたからになってくじゃん。はい。そうなのよ。うちの野球部、ランニングするときに、ワッチマイって走る。それで、俺、おいちにっつってると思ったの。で、だから自分の番来たときに、おいちねって言ったら、止まれって言われて、ふざけんなお前。ワッチュマイだろって言われて、未だにワッチュマイの意味は分かんないんだけど、おいちにではないっていうことだけが分かってるみたいな、そういう変な、ルールとか掟とかいっぱい出てきますんで、夕方6時までの30分間お付き合いください。日本放送伊集院光の種。この時間は明治チョコレート効果、昭和産業がお送りします。伊集院光の種。改めまして伊集院光です。パートナーの竹内かなえです。そして、今日のスペシャルゲストは昭和産業魔法の粉シリーズイメージキャラクターを務めさせていただいてますアバンギャルディの園です。アバンギャルディの小花です。ちなみに、昨日の生放送、ついさっき終わった生放送の、まだ止まらない生メールの、ありがとうございます。ラジオネーム一匹ありさん。ありがとうございます。ありがとうございます。アバンギャルディは表情がない、無表情な感じだったので、明るい声で喋っててびっくりしました。よく言われます。はい、言われますね。そうだね、あのギャップはね。でも大事だよね。あの集団はある意味完成された無個性の集団だから、一人一人でこうゲストとか呼ばれるときは、むしろその逆行かないとっていう感じ。そうですね。なんか喋るんやってまず言われます。
はい、さあそんな中いっぱいもらってる自分の部活って変でした。ですね、67歳男性勝じいさんから、ありがとうございます。仙台の人です。私は昭和51年仙台商業高等学校卒業、部活はタイプライター部でした。タイプライター部。タイプライターはものとしてはわかる。はい、欲しかった時あります。かっこよくてありましたカチャカチャするのが、はいあと映画とかに出てくる感じ、はいカチャカチャカチャってやつですね。当時はパソコンはもちろんワープロすら存在していませんでした。ビジネス界の主流は英文タイプライター、でタイプライター部は文化部ですが、朝練昼練そして放課後は19時過ぎまで練習に明け暮れていました。タイプライター競技会の常連校でもあり、その世界では仙台商業タイプライター部といえば一目も二目も置かれていたものです。そういう時代なんだ。とても懐かしい思い出です。なんかいいよね。どの部活にもさ、その強豪はいるわけじゃん。富岡高校はすげえマークされてるの。すっごいです。富岡高校が出るってなったらもう賞はもう取られるなという。そういう感じなんだ。はい。逆に言うとさ、もう強くなっちゃってる側のプレッシャーもあるでしょ。ありますね。もう負けられへん、1位しかないっていう、もうそういう気持ちですね。そうなんだよね。はい。強い側は強い側であの代だけ賞取ってないみたいの、はい。ありましたね。やばいもんね。はい。わあ、さあそしてですね、芋けんぴさん、ありがとうございます。47歳女性の方です。北海道の人です。私が学生の時旅行部という部活がありました。私はみんなで旅行に行くんでしょ、楽しそうと入部したのですが、旅行部の活動内容は記者等の時刻表やガイドブックを図書室で調べ、旅行先への交通手段や目的の観光地を決め、挙句の果てにもし行ったならばどんな感想を持つか予想して架空の旅行の感想をレポートにまとめてみんなの前で発表するという、すげえな。すごい。行かないんだ。行かないんですね。確かにですね。で時刻表を理解したり旅行の時間配分を推測できるようになるのはいいのですが、現地にも行っていないのに奈良の大仏はド迫力でした。妄想の体験記を書くのは辛かったです。最終日に部活の感想を聞かれ、もう卒業の時に、部活の感想を聞かれ、つまらなかったです。正直に書いたら、部活の顧問に、お説教をされました。すげえな。すごい。旅行部さ、旅行すると思うよね。思いますね。さあじゃあそんな中でちょっと長めのやつです。山梨県甲府市逆上がりの天才さん、ありがとうございます。高校の野球部に入ってびっくりしたのは監督の見た目がめちゃめちゃ怖かったことです。がっちりとした体格にミラーのサングラスをかけていて、その見た目だけで震え上がっていたのですが、入部数ヶ月後の合宿の時にサングラスを取った顔を見てびっくり。めちゃくちゃキュートな目をしている。目だけ少女漫画のようなんです。先輩に聞くと舐められるからとのことでしたが、それだけではないんです。とにかくこの見た目だけ鬼監督、涙もろくてよく泣くんです。ずっと補欠だった生徒の初打席とか3年生の最後の試合などすぐ泣く。本人はサングラスのおかげでギリギリバレてないと思っているらしいのですが、まだ最終回のワンアウトなのに誰よりも先に肩が揺れるほど泣いています。僕の3年生の最後の試合、最終回に5点差をつけられて思い出代打に起用された時も明らかに泣いていましたが、僕はもっと泣かしてやると思い歯を食いしばって思いっきり来た球を振ったら初めてツーベースを打ちました。回りながらこっちが泣いています。試合終了で挨拶をしてベンチに帰ると、明らかにさっきまで泣いていた監督から泣くなと言われ、思わず
監督だって言い返すと、そこからもう言葉が聞き取れないぐらい泣き出して、バカ野郎お前みたいな下手くそがぐじゃ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 となりますから泣いた顔にです。それこそ茜先生なんかは厳しいはそら厳しいでしょ。めちゃくちゃ厳しいですね。はい。もう全員で揃える振りが私たちのなんか、アバンゲルディの魅力なんですけど、角度がちょっと一人だけちょっと違うだけで、そこもうすぐにバレます。うわ、そうなんだ。見逃してはくれない。絶対見逃さないです。厳しいとか厳しい。厳しいです。泣いたりはしてました。あ、そうやっぱりそうなんだ。なんかできて当たり前みたいなこと言って送り出して最終的にできたらやっぱり泣くわな、はい、さあ続いてチエホフのソラさん、ありがとうございます。高校時代演劇部でした。2年生の時から家庭でいろいろあって名字が変わったり祖父の介護をしなくちゃいけなくなったりで何もかも嫌になり、顧問の先生に演劇なんてやっている場合じゃないし学校も辞めたいと言うと、休んでもいいから学校も部活もたまに顔を出せと言われました。先生の言う通りなんとか学校にも部にも席を置いていましたが、今度は3年になるといろんなストレスが重なったからかイップスで舞台に上がると声が全く出なくなるという、いよいよ演劇ができる状態ではなくなりました。学校も行かなくなり、そのまま夏休み。先生がうちに来ました。祖父が寝たきりの部屋に先生を通すのは嫌だったので、玄関で追い返したいと思っていると、先生が卒業公演の台本を手渡して帰っていきました。台本には若い軍人 D とあり、そこに丸がしてありました。おそらく僕の役です。舞台で声が出せない僕に与えられたセリフが 0.1 個ありました。ここがすごいんだけど。まず上官役の人のセリフ。ならばなぜお前らはこの舞台にいるんだ。おい、そこの下っ端なぜお前はこの舞台にいる。と言うと、軍人 D のセリフです。いいことなんか一つもない。でも、僕はなぜかこの舞台が好きです。みんなが好きです。で、その後にとがきで、という気持ちで上官を睨む。言えれば声に出してもいい。痺れないなんかこれ。僕は舞台上でびっくりするぐらい大きな声でこのセリフが言えました。あんな経験は後にも先にも初めてで、演技をしている僕が見ている感じで、ああ、先生はこれ舞台と舞台をかけているのかなとか、僕はこの舞台が好きです。涙がポロポロ出てるな、我ながら名演技だなっていうゾーンなのかな、変な感じになりました。僕はその後なんだかんだあって学校に戻り卒業。今は小さな劇団にいます。あの時みたいな演技ができませんってなんか俺はこれを選んでてすごい人に出会ったなって感じがしたけど、いいことなんか一つもない。でも僕はこの舞台が好きです、みんなが好きですという気持ちで上官を睨む。で言えたら言うで言えたら言うってさ、で結果言うっていうで結果言えるっていうさ、俺で多分泣いちゃってるのはもう演技でもあり演技のを超えた何かのやつじゃん。この感じはゾーンの感じはある。なんかやってる自分がすごい冷静みたいなことっていうの、ありますね。なんかやっぱり自分たちってそう振り付けの一個一個とか、位置がもう1ミリ単位でずれたらダメとか、やっぱりこうなんかいろいろ伝えたい思いがあって全力で踊るのもあるんですけど、やっぱりこう冷静に判断したり、やっぱりこうぶつかっちゃったりすることもあるので、その時に冷静に対処しなきゃいけないので、やっぱりこうただ踊るだけじゃなくてこう客観的にいろんなことを考えながら踊ってます。であれのすごいのはさ、
例えばこう一人が、みんなに、抱えられる体を預けざるを得ないっていうか、要するにみんな後ろ向きに倒れるとその他の集団が全部キャッチしてくれて、でそれをこう動かしてくれるっていうのってさ、言うのは簡単だけどさ、絶対後ろの人が受け止めてくれるっていう感じになるまでってなんか、俺の性格は無理で誰か一人ぼーっとしてんのよああいうのもちゃんと出来上がっていくでしょ。そうですね、やっぱ信頼関係が、なんかいろんなイベントに出てると練習してた時とは違う照明が前に設置されてあったりとか、ステージの幅が練習してた時と違う、想定したのと違うみたいなことがたくさんあって、でリハーサルとかできないとぶっつけ本番で行ったりするんですけど、もうみんなが信頼し合って、位置とか調整し合ってその場ですなんか即興じゃないですけどやるみたいなことありますね。みんなその実際舞台見たりとかね、インスタ見たりとかするとね、みんなすげえ思い切った変顔とかするじゃんあの時思わないの？隣のやつだけちょっと抜いてたらどうする自分全力変顔してるのにちょっと他のメンバー私の見えない角度で可愛くしてたらどうしようみたいな変顔すごいよね。そうですね、練習してます、めちゃくちゃ。はい、あれ誰の発案なの？変顔。あかねさんですね。なんかすごくない？だってさ、ダンスのジャンルの中に変顔ってないじゃん、もともと。なんかもう変顔さえも振り付けの一つみたいな感じになってますね。はい。あれビビったら終わりだもんね。そうですね。あと誰か裏切ったら終わりだもんね。終わりです。さあちょっとラスト駆け込みですけど、ダンス部の話でちょっとまた長いんですけど、この方特住所のライオンクイーンさん。ありがとうございます。アバンギャルディがゲストと聞いてダンス部の話を書きます。高校生活の3年間ダンス部にいました。入部したての時の3年生に天才がいました。どんな振り付けでも一瞬で覚えるし、自信に満ちている、そんな人でした。何もかも頭一つ出ていて、みんなの憧れの人でした。私はどんくさくて物覚えが悪く、ついていくのが精一杯。先輩の後ろで踊っている時は消え入りたいような気持ちによくなりました。みんなの前で先輩にきつく言われることもしばしば、よく悪い見本に指名されたりするのですが、その時の指導が的確すぎてグーの音も出ません。ただ指導の通りやるしかありません。先輩たちの最後の晴れ舞台は夏高ダンスなんかこう高校のなんか大会みたいなことだと思うんですが、自分が出るわけでもないのに緊張しすぎた私は集合時間よりかなり前に集合場所の学校に着いてしまいぼんやりしていると、先輩だけがいてなんか泣きそうな顔をして空を見ていました。すぐにその場を去ろうとしたのですが、どんくさい私は気づかれてしまい、二人の気まずい時間になりました。すると先輩が、おー天才じゃん、来るの早すぎねと私に言いました。慌てて、先輩、天才は先輩じゃないですかと言うと、何言ってんの、あんた努力の天才じゃん。私は中学校3年からそのまま。あんたが羨ましいよ。あんたどんどん成長してるよ。私はできて当たり前のことができてるだけと言って悲しい顔を一瞬すると、あ、みんなの士気が落ちるからこのこと内緒ね、コンビニ行ってくると言ってしまいました。先輩たちのダンスはすごくて全国大会に行くと思ったんですけどダメでした。それでも先輩は涙をギリギリ流さずに、あなたたちにリベンジをお願いすると言いました。少しして部に顔を出した先輩とまた二人きりになることがあり、今度は私から、私は審査がおかしかったと思いますと言うと、あの時のダンスはこことここが悪かったから動画をちゃんと見なさいと言いました。ものすごくかっこよかったです。憧れの先輩とかいました。すごい、やっぱりすごいもの。すごいですね。もうやっぱり表現力とかがやっぱ違うなとか、なんか真似できるものじゃないというか、その人自体がもう持ってるものをなんか実際にこうダンスに生かしてるなみたいなかっこいい先輩はいました。アバンギャルディの中で覚えるのが早い人とかいる？全員めっちゃ早いんですよ。あ、そうなんはい、そうなんだ。結構もう 1,2 回やったら私はみんなできてて焦るっていうのが、逆に、はい、焦らされる側なんだ。はい。あれのいうふりを 1,2 回で、ね、なんかさ、その2人をきっかけにまたいろんなメンバーのことも知りたいからさ、今すぐに名前反応できなくても自分が、ライバル心でもいいや、もしくはあの人のこういうところが欲しいんだと思う人っている？
それこそノナさんってノナさんいうメンバーがいるんですけど、はいはい見たものをすぐ真似できる能力を持ってて早いんだ。その早い集団の中でも早いんだ。早いんですよ。はい。もう例えばこう芸能人の方の顔真似とか、そっちはいうんはいは顔真似とかも見たらすぐできるし、うんそれこそ茜さんの振り付けとかも、んもうそのまますっくりすぐにこう踊れたりとかめちゃくちゃ早いですね。真似る能力がすごいです。い。小花さんは誰かいる？私園ちゃんうんうんの顔芸が羨ましくてわかる。私にはちょっとできないなんだろうな、キレの良さと絶対あんた笑うだろうっていうなんとの自信に満ち溢れた感じとか。たまらないですね。いやーでもなんかそこが響き合うんだろうね。なんかちょっといい話をいっぱいもらいました。ありがとうございます。日本放送伊集院光の種。日本放送伊集院光の種。それではここで昭和産業さんからのお知らせ、竹内さんからお願いします。はい。魔法のお好み焼き粉をはじめとする魔法シリーズは、お好み焼き粉以外にもたこ焼き粉、天ぷら粉、ホットケーキミックスがあり、こだわりの粉の配合で初心者の方でも失敗なく美味しく作ることができます。独自技術の配合と分かりやすいレシピや簡単小分けパックで料理初心者でも簡単に美味しく作れる昭和産業の人気シリーズです。今週から11月3日日曜日の4週間、京浜東北線で魔法シリーズ10周年記念車両ジャック広告を展開しています。またアバンギャルディ魔法シリーズコラボキャンペーン第2弾が開催中です。詳しくは昭和産業魔法シリーズのホームページをご覧ください。ちなみに、昭和産業さんのホームページでは、このコラボ記念でアバンギャルディのスペシャル動画が見られるということなんですけど、はいまあどんな感じ？動画内では、うんアバンギャルディがこのいつものおかっぱ制服スタイルほにう割烹着を着て、はい、似合いそうだな。三角着つけて踊ってるんですけど、まあ、なんか給食係みたいでなんかちょっと懐かしさを感じられるような、はい動画になっています。いや、小花さん NG とかをいっぱい出した人もいますか？ NG というか、うんこの商品を持つときうにん、傾かないように、そうだね。そう全員がこう手首の角度を超プルプルしながら揃えるっていうのがとても難しくて、はい完成形見たらみんなまっすぐにちゃんと商品が、プルプルしてなかった。はい、なっててよかったです。さあそちらも、昭和産業さんのホームページでご確認ください。伊集院光の種。さあ伊集院光の種、早くもお別れの時間でございます。2日間にわたってアバンギャルディの園さんと小花さんにゲストにお越しいただきましたけども、おしゃべりも相当いけるね。いや本当よ本当。うん嬉しい。ありがとうございます。まだまだ喋るのって本当に踊る以上に難しいです。なんか今後またさらに他メンバーゲスト来るとしたら、あいつやべえよいる？私はういちゃんおすすめです。ういちゃんね、はいういちゃん、はい、長野さん長野さん、OK ね、はい、メモりました。じゃあ最後の最後になりますけども、明日ね皆さんからもらったお好み焼きの2種類の具でおすすめのやつっていうのをやるんだけど、はいちなみに2つだけキャベツは入ってる、卵とキャベツはもう入ってて、昭和産業の、魔法のお好み焼き粉を使って2品具何？私園は、うん餅とイカゲソ。ゲソいうとこが2だよね。イカゲソはやっぱりちょっと歯応えがやっぱりちょっと違うかそうならんですよ、餅とイカゲソね。はいさあジャンさんは？私は結構普通かもしれないですけど、うん豚肉とうん山芋。普通だな。
それがベストなんだよね。違いないはい、ちょっと作っていきたいと思います。さあこの後6時からは鶴光師匠の噂のゴールデンリクエストです。随分生放送後いじられてたみたいですけどね。はい、ということでここまでのお相手は竹内かなえとアバンゲルディ園とアバンゲルディ小花と伊集院光でした。本当にありがとうございます。ありがとうございました。